今日は鮭のレンジ蒸しを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、鮭のレンジ蒸しを作っていきたいと思います。お魚を使った簡単レシピなんですが、お野菜と鮭をお皿に乗せてレンチンするだけなのですごく簡単です。さらにですね、今回はこのレンジ蒸しにぴったりなおろしだれレシピもご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめに鮭のレンジ蒸しの材料をご紹介します。材料はこちらです。生鮭、キャベツ、玉ねぎ、しめじ、舞茸、お酒、有塩バター、こちらの材料を使って作っていきます。まずですね、鮭なんですが、こちら生鮭ですね、2切れ用意してください。そしてその他のお野菜なんですが、今回はキャベツ、玉ねぎ、しめじ、舞茸、こちらを入れていきます。このお野菜に関しましてはお好みのものを入れて作ってみてください。そしてあとはですね、バターとお酒です。お酒に関しましてはこちらは清酒を使っていきます。ない場合は料理酒でも OK です。それでは続いておろしだれの材料をご紹介します。材料はこちらです。大根、小ネギ、お醤油、みりん、お酢、お砂糖、おろしにんにく、おろし生姜、ごま油、こちらの材料を使って作っていきます。少しね、調味料の数は多いんですが、どれもね、お家にあるような手軽な材料だけで作っていきます。すごくさっぱりしてるので、ぜひこちらも合わせて作ってみてください。ということで、早速作っていきたいと思います。それではまずはじめにおろしだれから作っていきます。まず大根の皮を剥いてください。そして大根をすりおろします。はい、このように大根をすりおろしてください。それでは続いて小ネギですね。まずこちらは根元を切り落として、そして半分に切ってまた半分に切ります。あとは切り口を揃えて小口切りにしていきましょう。はい、小ネギはこのように切ってください。もうスーパーにね、すでに小口切りになってるのも売ってますので、そちらを使っていただいてももちろん OK です。あとはね、調味料を合わせていきます。まずここにおろし生姜と、あとはおろしにんにくを入れます。続いてお醤油、あとはお砂糖。まずこちらを加えて混ぜてください。そしてみりんなんですが、こちらはですね、一度電子レンジで加熱してアルコールを飛ばしていきます。電子レンジ 600W で50秒加熱します。はい、加熱しました。すごく器が熱くなってますので、やけどしないように注意してください。加熱するときはね、必ず耐熱の容器を使うようにしてください。そしたらね、ここに加えます。あとはお酢も加えてください。そしてごま油、最後に小ネギを加えます。これでよく混ぜましょう。はい、これで簡単なおろしだれの完成です。こちらをね、使うまで冷蔵庫に置いておくか、またはこのままね、粗熱を取っておいてください。それでは続いてレンジ蒸しを作っていきます。まずキャベツを切ります。こちらは芯を切り落としてください。そして適当にざく切りします。はい、こんな感じです。このようにざく切りしたら一度水洗いしましょう。このね、硬い芯の部分は気になる時だけ、この芯の部分だけを薄切りにしてください。こちらを気になる時だけやっていただければ OK です。それでは水洗いします。はい、このように水洗いして水を切っておいてください。それでは続いて玉ねぎですね。玉ねぎはスライスしてください。芯の部分は切り落としましょう。玉ねぎはこれで OK です。続いてしめじですね。こちらは根元を切り落として、あとはね、手でほぐしてください。しめじはこれで OK です。続いて舞茸です。舞茸も少し根元を切り落として、あとはね、手でほぐしてください。舞茸はこのように手でほぐしましょう。それではね、このような耐熱のお皿を用意してください。な
ない場合はこういったねガラスの耐熱容器でも OK です。さらにねちょっと大きめの耐熱容器がない場合はこちらクッキングシートの上に具材を乗せて、そしてねこうやって上をね縛って、あとは両端をリボン状にして、そして包むようにしてください。そしてクッキングシートで包んだ場合は下に必ず耐熱の小皿で大丈夫なので置いていただいて、そして加熱するようにしてください。今回はねお皿で加熱していきます。そしたらまずここにね具材を乗せていきます。まずキャベツですね。適当にパラつかせながら敷いていきます。レンジで加熱するとね結構縮むのでたっぷりめに入れていただいて OK です。こんな感じ。続いてここに玉ねぎ散らします。気持ちね真ん中はへこませるイメージで置いてってください。はい、続いてここにしめじですね。真ん中には鮭が乗っかるのできのこ類はね周りに置いてください。続いて舞茸です。はい、こんな感じで置きます。結構たっぷりめにね置いてください。そしたら上にね鮭を乗せてください。はい、こんな感じです。結構ね野菜たっぷりめですね。そうしましたらここにねお酒を回しかけてください。はい、であとバターもね一緒にのせましょう。このようにちっちゃく角切りにしてのせてください。こんな感じです。あとはねここにふんわりラップをかけてください。このようにねちょっと空気の出入り口を作っておきましょう。こんな感じです。あとはこちらを電子レンジで加熱します。電子レンジ 600W で6分加熱していきます。はい、6分加熱しました。ラップを外します。これでね鮭とお野菜に火が通ってれば OK です。この加熱時間に関しましてはお使いの電子レンジ、あとは使ってる器によってもね適正な加熱時間が変わると思いますので、様子を見ながら調整してください。それでは最後おろしだれをかけて仕上げたいと思います。はい、これで鮭のレンジ蒸しの完成です。こんな感じに仕上がりました。最後までこのようにおろしだれをたっぷりかけて召し上がってください。野菜たっぷりで美味しそうに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。鮭がふっくら柔らかく仕上がってますね。それでは野菜とあとはおろしだれと一緒にいただきたいと思います。いただきます。鮭がふっふっくらしてすごく美味しいです。そしてこのねおろしだれとの相性抜群ですね。バターのまろやかさも加わっててすごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の鮭のレンジ蒸しのポイントです。まずですね、今回鮭以外にお野菜はキャベツ、玉ねぎ、しめじ、舞茸、こちらの4種類を入れてます。このお野菜に関しましてはお好みのものを入れて作ってみてください。そして今回はですね、耐熱のお皿を使って蒸しました。このようにね、大きい耐熱のお皿がない場合はクッキングシートで包んで、そして小さめの耐熱の小皿の上に乗せて加熱していただいても大丈夫です。こちらはあるもので作ってみてください。そして加熱するときはですね、必ず下にお野菜を敷いてその上に鮭を乗せるようにしてください。そしてレンジの加熱時間に関しましてはお使いの容器やあとは野菜の入り具合によって適正な加熱時間が変わると思います。なのでこちらをね、様子を見て加熱してみてください。今回私は電子レンジ 600W で6分加熱してます。そして今回はですね、上におろしだれをかけてます。このおろしだれがね、すごくね、鮭とあとはお野菜に合うので、ぜひね、こちらも合わせて作ってみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は鮭のレンジ蒸しを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。